いやまたこれ。一部のマニアックなコマンダー向けの新型だね。確かに耐性は無視するってとこで有利になるんだろうが、射程600だとマジ中途半端。だねオーロボッツ&タイタンズ、フランベチャンネルへようこそ。いやーね始まりにネタバラシするけど、これって本当にダメージ操作されてんじゃないかと疑ってしまう武器だよね。で、まずはフルチャージ時間は5秒って確認ね。なので、ファイアリングからフルチャージまでの必要時間は10秒ってこととなります。そして、フルチャージのダメージバフでは、基本スペックの 200% 未までとなります。増加率はかなりのもんだが、10秒にワンショットだよね。では、最新のルーメンと比較したダメージはどれくらいなのかつうと、当然こうなるよね、そりゃね。いやいくら耐性を無視するって言ったってね、同じ射程距離の武器で、さらに軌道が曲がって隠れた敵へも届く、このメタな武器との火力差を見てるだけでも、これはもういいかな、買わずにってなるでしょう。さらに、耐性値を無視するってあるが、この確認だと防御ポイントは無視できないってことだよね。それじゃ、どれほどのアビリティ効果が見込めるのかってとこの確認だが、200% のバフだけじゃおそらく販売促進にならないだろうから、さらにバフを得られるヌオにビルドしてみました。ご覧の通り、一つ目のダメージが現実だと思うのだが、二つ目のショット、これも現実的なものではあるんだろうがね。とはいえだ。600メートル射程じゃ特にアドバンテージがあるとは言えないし、かといって耐性値を無視するとはいえ、防御ポイントは無視できないようだし、ならば、絶望的にぶっ飛んだ火力、ワンパンでベクターを溶かしてしまうほどのダメージでもなさそうだし、おそらく地上から狙ってのバトルじゃ、これ相当に使いづらいと思うのね。となりゃあ、同時発売の新型を除くと、まともにビルドするボットって、マジこれ、ヌオくらいじゃね。そうなるよね。フランベ的には、こんなマニアックなコマンダー向けの新型は、もうね、射程距離800、ダメージバフは 400% でかつ400メートル以上での効果。そんな徹底したスナイパー武器にしなきゃ面白くないよね。なんたってバトルスタイルが限定されるんだしってね。そうなると今このビルドのヌオようやく3つ目を手に入れたとこじゃあるのだが、もうね、1100メートル射程でしかも離れるほどダメージバフが増幅するでしょう。だったらもうこれで十分に楽しめるし、今回のテスサバ新武器のアビリティである耐性値を無視しなくたってしつこく打ち込んでキルを取れりゃ楽しいしってことになるでしょう。なんだか中途半端つうか、コマンダーの楽しさをアップグレードさせていく新型っていう発想じゃなくて、売上と利益のサイクルを単に維持しなきゃいけないからどうでもいい武器やボットを発売する、そんな感じだよね。そんなもん売るんじゃねえ。そう言いたいね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。